それゼルダと悪魔城ドラキュラとダークソウルズが融合した作品が PC のほか家庭用版各種にも発売決定とのことで、今回はミーナ・ザ・フォロワーの紹介を行います。こちら広大な世界で敵を倒しつつそこらを探索し道を切り開くアクションアドベンチャーです。ショベルナイトの開発会社の新作でもあり、そこで培われたあえてのレトロなピクセルアート、ドット絵を前面に押し出しています。BGM に関しても MSX スタイルを歌っており、8ビットチップチューンと呼ばれるピコピコ音ながら心に染み当たるサウンドになっています。MSX はファミコンと同時期にあったプログラミング可能なゲーム機です。私の家には MSX1、2両方ありました。ということからドット絵の色味はゲームボーイカラーっぽくもありますが、それよりも MSX やファミコン時代にあったようなさらなる昔の独特の色味が用いられています。紫色感が前面にあったり、単色と黒色の2色で背景のタイルを構成するとかです。この美術面は昔のゲームという例があるため参考にすれば作りやすく、あえてさが売りにもなりコストも抑えやすいというメリットもあります。特にインディーや個人制作ではプログラミングはできても絵が描けない人は多いため、レトロ調は選びやすいスタイルです。中でも近年ヒットした作品としてショベルナイトやあとはアンダーテールあたりが挙げられます。そして今作ミーナー・ザ・フォロワーは画面はゼルダプラス悪魔城ドラキュラで、ゲーム性はゼルダが主体であり、悪魔城ドラキュラのメイン武器やサブウェポンが存在します。またゼルダ系は探索がメインで育成要素があまりない作品が多い中、今作はレベルアップの仕組みがあり、そこでダークソウルズのソウルシステムを取り入れています。敵を倒したりそこらの背景から骨ポイントを貯めて一定まで集まるとレベルが上げられます。攻撃力や防御力、サブウェポンなどそれぞれを強化できます。それとゲームの流れはゼルダ、悪魔城ドラキュラ、ダークソウルズが全部ミックスしたような形です。探索は全ての作品に通ずるものがあり、ゼルダ風の移動やパズル、悪魔城ドラキュラのようなジャンプを活用するプラットフォーム、ダークソウルズのようなややシビアな戦闘バランスあたりが挙げられます。とはいえ戦闘は敵の攻撃力が低めのためマイルドさもあります。2周目から激ムズとかはあるかもしれません。そして主人公はネズミでデフォルトアクションである穴掘りを探索に活用できます。武器は複数あり、初めは3つの中から1つを選択します。進むにつれ数は増えそうです。あとはトリンケットと呼ばれるアクセサリー的な装備もあり、特殊な能力を得られ、そこで構成が作れます。加えて道中のキャンドルからは飛びナイフや斧といった悪魔城では定番のサブウェポンがランダムで出るため戦闘に役立てます。敵に倒されるとレベルアップ用のポイントは落としますが、また拾えたらポイントは戻ってきます。敵も何かのタイミングで復活するためレベリングも可能です。さらにトライフォースならぬ7つの何かを探す的な目標が与えられ、それぞれ専用の広大なマップが用意されています。どこから攻略しても良さそうでもあり、何か新たな能力やアイテムを見つけたら今までのマップのどこかに道が開けるというのはゼルダやメトロイドバニアスタイルです。そしてレトロゲームを模しているものの悪魔城、ゼルダ、ダークソウル添えみたいなゲーム性は大きな差別化ポイントです。見た目は昔ながら合わせ技で新鮮さを与え、気軽にさっと何か遊びたい時にうってつけの作品です。序盤はほぼ詰まることなく先に進められました。なおかつ新能力を得た時見逃した場所に戻りたくなる欲求はゼルダや悪魔城のそれと全く一緒です。懐かしさだけにはとどまらずゲーム性の融合により当時を知らない人も新たな気持ちで遊べるミーナ・ザ・フォロワーはそんな作品だと感じます。対応プラットフォームは PC のほか家庭用版各種にも発売されるため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。リリース予定日は2025年11月1日となっており、現在 Steam でデモ版が公開中です。とても軽めのゲームのためお持ちの PC でも動くかとは思います。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ミーナ・ザ・フォロワー。日本語はすでにあるっぽいね。セーブファイル選択。ドラキュラのような、ゼルダのような、そんな BGM である。ゼルダっぽい。現在地はラナブラスカイ。攻撃力に防御力に、あとポーションマーク。それぞれレベルがありますね。あと時間もあるけれど。さあ、月が赤くなり。これは主人公。ミナども。ミーナじゃないの。
穴掘るし、フォロワー。職業なんですかね、フォロワーっていうのは。そこから動かせるようだね。どっかの船にいるっぽいが。これジャンプだ。ああ。ゼルダもなんかのシリーズでありましたね、多分ジャンプが。なんだ話をしていたら襲われて誰が怒っちゃったよ。ああ、大変だ。ピクリとも動かない。ああ、みんなやられちまった。落ちてしまった日は無事だろうか。ジャンプで越えらんないな。まだ攻撃とかできませんね。ここから降りんのかな。降りてなんかいろいろ落ちてるぞ。あれ今回復したの？ダメージ受けたように。いや、同時に揺れたんだ。お金かな。こっち行ける？行きましたね。なんか取ったけど。おっと、今勝手に飛びましたね。空中に浮いてるものはジャンプで取れると。あれは敵ではない。親方、一体何が起きたんだ。武器でなんかしろと。武器？お、武器が選べるんだ。ウィスパーベスパー。素早い攻撃。ダガーである。真ん中はモーニングサーガー。さらにハンマー、ブラスハンマー。チャージできる。まあ、これにしよう。他の武器も自由に試せる。いつでも変えられるんですかね。あ、モーニングスター。うん。ドラキュラのムチっぽいね。回転とか聖剣伝説みたいにぐるっとかね、回せないのかな。あ、壊せますね。一応他も撃ってみようか。次は剣ですね。おりゃあ、かっこいいね。ちゃんとモーションも凝ってる。NPC も切れる。切ると怒られるのかな。ダメージ当たんないっぽいけど。排気もちゃんと回りますね。そしてハンマー。よっ。お、今溜めてます。溜めてる間どっちが可能だね。これで避けれるんだ。溜めつつ移動しながらね、こういう人ができるのかな。溜めないと、なんだスカで殴ってる感じかな。というわけでこれいくぞ。はい。あれっと。ああ、なんだバカして。また人が落ちた。ああ、どんどん食われていく。なんて壮絶なゲームなんだ。みんなやられてしまった。あら、この野郎。あ、蛇のような敵かと思いきや本体があったんだね。あ、体当たりするだけでダメージもらうね、このゲーム。ああ、それ考えると難しいね。動きを覚えない限り。根元でジャンプが必要なのかな。うわあ、負けイベントっぽいな。私、あれ主人公女だった実は。それっぽいね。バイアルを持っていく。ポーションかな。プラズマバイアル。敵を攻撃するとバイアルにプラズマが溜まる。で、丸で体力回復。まあ、攻撃するとポーションがチャージされるって話か。丸使ってみようか。よっ。おー、回復した。ゼルダも確か NPC 攻撃できたよね。初代。よし、冒険だ。行くぞー。これなんだ。お、何踏んだけど。なんだかわからないか。これ適当見たね。ああ、意見強いぞ、この敵。どうした。あれっと、背景も壊せる。これは草刈りはできますね。ゼルダみたいに。何でも壊せんのかな。落ちるとこれダメージですかね。こっちは意外と強いんだよ、やっぱりね。これは何だろうね。プラス1。何かプラス1された。さあ、ろうそくを壊したら、ドラキュラみたいな斧が出てきましたね。三角で前方に斧を投げる。コスを使う。マナみたいなもんかな。暗い。お、着地点に広がりますね。なかなか強力だ。マナはどれだ。開ける。今、斧にね、6って書いてありますけど、それのことかな。マナはね。バツ長押しで掘れる。なんと。ジャンプした後に長押しか。こっから右に行けばいいのか。あ、岩を持った。そんな感じ。で、こいつ盾持ってるから効かない。横から行けるか。行けますね。潜ってから岩のとこに出現するとね、こうやって持ちますね。持ち方はゼルダチックだね。潜っていける。潜るというメカニクスが追加されましたね。まあ一種のパズル的な感じかな。これいかにも爆弾ともいきや、武器で攻撃したら破壊できた。なかなかゴージャスだ。これは壊せる。あいつは袋っぽいな。フクロウネコか。ああ、危ない。降りてきたら攻撃できる。敵の体力は画面中央下に表示されますね。わざと落として、そこ狙うんだ。
昔のファミコンゲームだったらね、あ、やっぱり当たりましたね。判定がこう、ジャンプ中でもね、上のラインの敵に当たるみたいな。五右衛門とかね、そこら辺がそうでしたね。右のが光ってますね。で、これは開けられる？壊すのか？ボーンストーン。これは失われるリスクはない。倒されてしまった時かな？ショップで使用、もしくは地下ラボで変換可能。内容は不明であるが、右に行ったらなんか入手したね、今。こいつなんだ？ゼルダの名前忘れたけど、タコみたいなやつ。ガッと開けたら、骨の頭、ボーンアップ。さあ、レベルアップのようですね。ダークソウル敵とも聞きましたが、これが倒されてしまうと、その場に落とすのかな？このポイントをね。で、何をあげるか。攻撃防御、サブウェポン用、もしくはボーンストーン、安全に保管できる。まあ、攻撃でいいかな。で、この謎のこれ。これ潜れる？こうやって。潜るとなんかがあるんだ。これ、初めに戻ればね、なんかあるかもしれませんね。で、人がいたよ。夫人。これ、初めの方に落ちたキャラかな。開けると、あ、ここに武器を収められるのかな。で、なんかソケット穴みたいなのついてるけど、これ関係ないかな。今これしかないね。ここには、トリンケット装備、アクセサリーとか装備できるんですかね、そのうち。集められるのかな。これは、ラボ。この粉をボンに変換できるって話か。はい。うわー。やったー。よいしょ。こうやって出るんだね。シュー。基本的には、あ、なんだ？ジャイロだが、これは新しいサブ武器かな？回転するナイフ。どっちかを持っていくと。まあ、ドラキュラ式なんだね。この木の角あたりとかね、この表現。昔のゲームっぽいね。透過ができない。だからこういう背景にせざるを得ないみたいな。炎の下はくぐれないんだ。ワンスパークを奪還せよ。ダクト式ですね。で、敵は不活量だね。落ちてるけど。うわー！いやー！取り戻した？この操作が何気むずい。あ、母船だ。よし、勝負だ。うら。危ない。これダッシュも活動しないとね、避けきれなくなる可能性あるね。おい、やったー。6つのスパーク、生成装置。それぞれなんか集めろって話か、これは。そうすることで、この街は再びかつての輝きを取り戻す。おう、ライオネル。孤児院が、今、開かれる時なんだ。ライオネル、今大変である。なんか怪しいな、こいつ。そう。デモ版のラスボス戦かな。よし、勝負だ。まだ動きが読みませんね。三段切り。そこはチャンスだ。あぞ。うわー！突っ込んでくる。なんだこれ。これぶつかるとダメージ食らう。おー！三段。そこを投げる。危ない。おー！竜吉のようだ。危ない。よけろけろ。3段だ。4段。5段。そこを切る。来るか？ナイフを食らえ。やったー。さあ、楽勝でしたね。変身は残してないらしい。電話はここまでか。作り込まれた世界を好きな順番で探索できる、本来は。そしてトリンケット。それにより性能が変わるのかな？さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。